おはようございます。これから朝ごはん作りに行きます。いただいた大根といただいた白菜と、はい、入れます。ナスと
おお。
じゃあいただきます。おいしい。
ちそうさまでした。大根でしょ、人参でしょ、でネギは我が家のネギ、そして人参は借りたのだけども、大根や白菜は農家のお友達からいただいたんですよ。だからそういうのがすごく田舎ならではっていうか、新潟県ならではっていうかね。しいたけは干ししいたけを戻して、それからわかめが入ってる。お味噌は北条の小見線で2年に1回ぐらい味噌作りするのね。で自家製のお店、鮭は体にいいとか言うんで、それで鮭も骨ごと切って突っ込んで入れて、で肉はなんかとんかつ既製品なんだけど、だから肉と魚は必ず入れて、野菜たっぷりだけだとなんかやっぱり物足りなくて、肉と魚、それから卵は必ず入れて。前に子供の頃って新潟の人朝おじやっていうのが定番みたいに、前の日の冷たくなったご飯をおつゆの中に入れてたから、その真似事じゃないけど、ご飯がおじやだけど、そうめんとかおそばとか、もう朝っぱらに一番楽でいいからあん中にとって、身がいっぱいだと残して、またお昼のお汁とか。スカイツリーがあるでしょ。あそこで昭和15年1月11日に大義の日に生まれたの。で5歳の時に東京大空襲行って8万人も10万人も亡くなった。その時お母さんと生き別れたのよ、火の中逃げてね。で墨田区役所行ってる母の妹がそこに私預けられて、でおばさんのうちも食べ物がなくて、東京の舞踊学校の先生がなんか踊りとかなんかやってると、ほらお母さんが見に来るじゃないですか。だからもしかしたら見に来るかもっていうので、新潟県のお米のあるうちに踊り続けられるお家探して、このうち養女に来たのね。全く分からん担任なのに、そしたらああやって踊りもダンスも全部習わせてもらって。69の時に前の老人クラブの会長が、俺たちみんな一人暮らしになったらお茶飲みするとこがないからお茶飲みだけしてくれないかっていうのが69だったので、こんなにして育ってもらったから、その俺ができるなら嬉しいと思って。親孝行したくても、ほらもうお父さんお母さん行っちゃったし、本当のお母さんに今会えないけど、いいこと知りゃ会えからっていうの欲もあるのね。もう楽しい、すごく。もう環境はまたご飯食べられるっていうのがもう嬉しいわけ。だって東京でその戦争が終わった後なんか本当食べられない、1日2食だから10時ぐらいまでご飯口にできなかったこととか、そういうのがあるから、もう朝特に早い時間食べられるっていうのが最高の喜びだよね、朝ごはんがね。ありがたいと思うだけ。もう本当に。今日も元気でいってらっしゃい。